はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。今日動画を撮っているのは1月の9日です。今日の動画のために新しくマイクを買いました。今日の動画のためだけではないんですが、これからの動画で皆さんにもっと聞きやすい音声をお届けできればなと思います。どうですか？新しいマイクの音、聞きやすいですか？皆さんにとってもっと日本語が聞きやすく、わかりやすい動画になればいいなと思って買いました。さあ、では早速今日のテーマについて話していきましょう。今日お話しするテーマは、日本人の好きなタイプです。恋愛の話です。私は恋愛の話が大好きなので、今日は皆さんと恋愛の話ができるのがとても楽しみです。ワクワクしています。肉食系男子、肉食系女子の言葉についてです。肉食という言葉皆さんは知っていますか？肉食というのは英語では carnivores と言いますね。肉食の動物といえばどんな動物がいますか？例えばライオンとかチーターとかヒョウですよね。肉を食べる動物です。その肉食動物のイメージって強そうとか、狙った獲物は逃がさないとか、結構積極的なイメージがあると思いませんか？そのイメージを人間に当てはめて作られたのが肉食系男子、肉食系女子です。肉食系男子、肉食系女子の特徴は、そうですね。まずは積極的です。積極的に好きな人のところに行って話しかけてみたり、デートに誘ったり、行動にすぐに移します。なので、とても情熱的な人が多いんじゃないかなと思います。好きという気持ちをアピールします。これは肉食動物の獲物がいるときに逃がさないように追いかけるような姿と一緒ですよね。積極的、情熱的なのが肉食系男子、肉食系女子さんの特徴です。そして見た目も肉食系男子、肉食系女子には特徴があります。肉食系の男子、女子は結構力強いイメージがあります。男の子だったら、例えば筋肉ムキムキだったり、そうですね、スポーツができそうな印象を持たれることが多いですね。なので、肉食系男子と呼ばれる人たちは、体育会系と呼ばれることも多いんじゃないかなと思います。体育会系の人というのは、積極的に仕事を取ってきたり、自分から何をしたらいいですか？次はこれをしましょうか？と自分から行動できる人のことを体育会系と言います。または、どんなに辛い仕事が来ても、それに耐えられる強いメンタリティを持っている人たちも体育会系と呼ばれます。ちょっと体育会系と肉食系男子というのは似たようなところが多いですね。積極的なところ、そして情熱的なところ、心も体も強いところ、そういったところが肉食系、体育会系の男の人のイメージとして持たれますね。女の子も同じです。男の人みたいに筋肉ムキムキというイメージではないんですが、ファッションがとても華やかだったり、そうですね、短いスカートを履いていたり、肌を露出するような服を着ていると、肉食系女子と思われがちじゃないかなと思います。日本では肌を出すことがタブーとまではいかないんですが、ちょっと積極的というか、なかなかしないようなことなんですね。海外では結構普通のことですけどね、お腹を出したり、肩を出したりするファッションが流行ってると思うんですが、日本では結構肌を出すことって勇気がいることだと思うんです。そういう勇気がいる行動をできる強い心を持っている。ということで、
露出が多いファッションをする女の子は肉食系女子と思われることが多いですね。そして中身も男の子の時と一緒で積極的にメールアドレスを聞きに行ったり、デートに誘ったり、ボディタッチですね。積極的に触ったり、そういうことが自然にできる女の子は肉食系女子と言われています。あとは男の子の場合なんですが、草食系の男子の人に比べて肉食系男子の方が自分のことを俺ということが多い気がします。俺という言葉は自分の呼び方の一つなんですが、俺はもっとカジュアルで男らしい言い方なんですね。なので強いイメージの人は俺ということが多いんじゃないかなと思います。それ以外の場合は大体は僕っていう呼び方をする人が多いとは思うんですが、完全に自分のイメージではあるんですが、俺という人は強い人が多い気がします。肉食系男子、肉食系女子の特徴に皆さんは当てはまっていますか？どうでしょうか？では、次は草食系男子、草食系女子についてお話ししましょう。草食系男子、草食系女子は先ほどの肉食系男子、肉食系女子の逆ですね。草食というのは英語では carnivore です。carnivore の逆で carnivore ですね。草食の動物といえばどんな動物がいますか？そうですね。シマウマやキリン、そして馬など草を食べる動物ですよね。草食動物と言います。そのイメージに当てはめたのが草食系男子、草食系女子なんです。草食動物ってなんだか物静かで優しそうなイメージがあると思いませんか？ずっと草をのんびり食べていてなんだか可愛いですよね。そのイメージを人間に当てはめたのが草食系男子、草食系女子です。ですので、草食系男子、草食系女子の特徴は、まずは見た目がとても優しそう、穏やかそうという特徴があります。ファッションもとてもシンプルで派手な服を着ない傾向にあるようですね。ファッションだけじゃ、見た目に関してはファッションだけではなくて、体の特徴も草食系の特徴としてあります。先ほどの肉食動物の場合は筋肉質でスポーツできそうで強そうというイメージの体つきでしたが、草食系男子の場合はその逆で筋肉はあまりなくてほっそりしたタイプの人が多いというふうに言われています。女の子だったらメイクもあまり濃いメイクではなく、とてもシンプルでナチュラルなメイクをする子が多いようですね。はい。あとは中身もそうです。ちょっと恥ずかしがり屋さん、シャイだったり、あとは恋愛に関しては特に消極的な人が多いです。自分からは好きとアプローチもしないですし、相手が来るのを待つことが多いですね。それが草食系さんの特徴だと思います。あとは動物たちが一日中のんびり好きな草を食べているように、草食系の人たちも好きなことに没頭することが多いです。没頭というのは何かに夢中になることです。ずっとそのことをすることです。例えば、一日中ゲームをするとか、一日中漫画を見るとか、それにしかあまり興味がないということが多いです。恋愛よりも好きなことに熱中する。そういう人が多いというふうに言われていますよ。皆さんは肉食系、草食系、どっちに当てはまりますか？ちなみに、日本の有名なウェブサイトにマイナビウーマンというウェブサイトがあります。そのウェブサイトで肉食系、草食系、どちらが人気かのアンケートがありました。そのアンケートの結果なんですが、どっちだと思いますか？日本人女性は肉食系男子の方が好きという結果が出ました。
だいたい6割の人が肉食系男子の方が好きという回答でした。さあ皆さん、今聞いているリスナーさんの中で男性の方、どっちでしたか？日本人男性はだいたい半々の結果でした。半分は肉食系女子が好き。半分は草食系女子が好きという結果でした。それぞれの好みですね。ぐいぐい来てほしい、リードしてほしい。そんな情熱的な女性がいいという人が半分と、穏やかで優しい、尽くしてくれそうな女の子が好きという人半々でしたね。皆さんはどちらのタイプが好きでしたか？実は肉食系、草食系以外にもタイプがあります。それがロールキャベツ系です。ロールキャベツ系って何？と思った人もいるかもしれませんね。ロールキャベツというのはそもそも日本の料理のお名前です。ロールキャベツというのは日本で人気のお料理のお名前です。ミートボールをキャベツの葉っぱでくるんで煮込んだ美味しい料理なんですよ。そのロールキャベツに例えたのがロールキャベツ系と呼ばれるタイプです。要は外は葉っぱですよね。なので草食系です。でも中は肉ですよね。中身は肉食系というタイプです。なので、一見穏やかそう、優しそうな草食系に見えるんですが、実は性格的には積極的という、そういうタイプですね。面白いですよね。はい。ロールキャベツ系さんの特徴は、見た目がまず穏やか、優しそうというのが特徴です。なのであまりファッションも派手じゃないですし、ナチュラルな見た目が多いですね。中身は積極的というところです。先ほどの肉食系の中身です。なので、好きな人ができたときは、かなり積極的にアプローチするようです。見た目は優しそうで穏やかそうだけど、中身は積極的だから、そのギャップが好きという女性も多いみたいですよ。私はちなみにロールキャベツ系が大好きです。そのギャップがいいなって思います。普段は優しそうなのに、私のこと好きになってくれたら、私のことデートを誘ってくれたり、そうですね、好きっていっぱい言ってくれたり、そういうロールキャベツ系男子さん、いいですね。他にも犬系というのも流行っています。特に最近流行っていますね。インスタグラムとか TikTok でもよく見ます。犬系男子、犬系女子と呼ばれるタイプなんですが、人懐っこくて、とても可愛い印象のタイプです。犬みたいな印象ですよね。犬も飼い主さんに甘えん坊しますよね。そして飼い主さんの言うことをよく聞いてくれますよね。そういう、素直で可愛らしい人懐っこいタイプの子を犬のようなタイプ、性格の人を犬系男子、犬系女子と言います。見た目もすごく可愛らしい見た目の人たちですね。あとは、うさぎ系男子、うさぎ系女子です。うさぎというのは、寂しがり屋な生き物なんですって。ですので、うさぎ系男子、うさぎ系女子の人も、寂しがり屋で連絡を常に取っていないと不安になってしまう。常に会っていないと、そばにいないと不安になってしまう。寂しいと思ってしまう。そういうようなタイプの人をうさぎ系男子、うさぎ系女子というようですよ。あとは面白いのはゴリラ系男子、ゴリラ系女子です。ゴリラですね。ゴリラのようなすごくがたいのいい大きな体つきの強そうな見た目なんですが、中身はとても友達思いで優しいタイプの人のことを、ゴリラ系男子、ゴリラ系女子と言います。このタイプもいいですね。とても私好きです。はい。なんだかアニメに例えると、桜木花道、スラムダンクの桜木花道はゴリラ系男子じゃないかなって思います。皆さんはどう思いますか？最後は化石系です。なので化石系の人は化石のように時が止まっているんですね。
古い考え方にこだわっている人が化石系と呼ばれます。例えば、昔の日本では女性が家事や育児をすることが当たり前の社会だったんですね。今は大きく変わりました。女性もお仕事もしますし、お家のこともしますし、男性と平等に扱われるようになってきました。そうではなくて、化石系の人は女性が今も育児も家事もするべきだという古い考え方の人ですね。今はそうですね、そういう化石系の人はかなり少なくなっているとは思いますが、どうでしょう？皆さんの周りに化石系男子、化石系女子っていますか？たくさんタイプありますね。皆さんいくつ知っていましたか？たくさんいろんなタイプがありました。いろんなタイプがありましたね。肉食系、草食系、ロールキャベツ系、犬系、うさぎ系、なんだっけ、思い出せないくらいたくさんありましたね。日本人は本当にタイプ分けするのが大好きです。今の好きなタイプだけではなく、血液型もよく分けます。A 型はこういう性格。例えば A 型さんは、几帳面だと言われています。そして B 型さんは自由な人だと言われています。O 型さんはとても大雑把ですがおおらかと言われています。AB 型さんは変わっているというふうに言われています。そういうふうに血液型や好きなタイプなどいろんなタイプに分けたがるんですよね。不思議ですよね。なんでなんでしょうか。ということで今日は日本人の変わった癖でもあるタイプ分けについてお話ししました。日本人は本当にタイプ分けするのが好きですね。本当にたくさんのタイプがあって私も覚えられないくらいでした。皆さんの国ではタイプ分けをすることは普通のことですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日はこれでおしまいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまたね。